Hello, 皆さん、こんにちは。Tinker's チャンネルへようこそ。Welcome back to my channel. 皆さん、いかがお過ごしでいらっしゃいますでしょうか？はい、ちょっとね、だらだら動画配信してしまってすみませんが、今回もジョセフ・ティテルさんというアメリカ人のサイキック預言者の預言のご紹介をさせていただきたく思います。今回は2024年1月31日にジョセフ・ティテルさんが配信していた預言、出来事サイキック預言 UN の闇の計画というタイトルのついた、彼の動画の内容をですね、ご紹介させていただきたく思います。はい、それでは早速、進めていきたいと思いますが、過去の予言と被るものはちょっと比較的省きながらも、かいつまんで大事な予言というのをお届けしていきたく思います。で、フルバージョン全部の予言が細かく知りたいよという方は、私の番組 tinkerschannel.com の今回のブログナンバー124話目の国連あなたはどう感じますか？流されていませんか？というタイトルを私がつけたブログがありますけれども、そのブログの中でお伝えしていますので、ぜひともチェックしてみてください。ちょっとなんか今工事中で外がうるさいので大変申し訳ないんですけれども、ジョセフさんがおっしゃるにはちょっと騒音すいませんね。ジョセフさんは以前から2029年4月13日に何か大きなことが起こり、その後2032年くらいに地球が新しくなるよとお話をしていらっしゃいました。で、この2025年から7年の苦悩という7年の苦難という期間が始まるのではないかとジョセフさんはスピリチュアルの観点から見ているそうで、ジョセフさん曰く2025年は9波動の年、数字の9の波動の年で、2032年は7波動の年です。そして2025年から2032年は7年という歳月になりますので、7年の大苦難が始まると考えていますとおっしゃってました。なので今年は本番ではありませんが、その方向へ向かっていくので雰囲気はだんだんと出てきているとおっしゃってました。で、国連ってあるじゃないですか。U の N で、その組織にはですね、野望というのがあるとジョセフさんは語っていらっしゃいました。ちょっとこれもスピリチュアル的になるんですけれども、2層に、国連は分かれているというお話をしていらっしゃいます。ジョセフさん曰く U の N は2層に分かれています。トップの階層、つまり闇の支配者側のメンバー、そしてもう一つの層はその人たちに使われるだけのパペットの集団がいるということなんですね。で、前その見たスピリチュアル画像というかスピリチュアルビジョンでは、お米の国の旗の星がポロポロ落ちていくビジョン、そういった光景をスピリチュアル、予言のその投資ビジョンで見たということなんですけれども、ジョセフさんおっしゃるには、これはテキサスの動きと、独立的な動きと関係がありそうだということで、テキサスは2015年にお米の国のリーダーだった人から一つの星の州と呼ばれるようになりました。2015年というとオバマさんの時ですね。これは偶然に彼がそういうふうに言っていたのか、それとも何らかの計画があるからこそこのニックネームを彼がつけて呼んでいたのではないかとジョセフさんは深読みをしていらっしゃいました。なので、今後独立とかそういった動きがテキサスから始まっていくのではないかとおっしゃっておりました。で、もちろんこのお米の国の国旗の星が落ちる予言というのも過去にしておりまして、この関連のブログリンクの方は直接チャプターに飛べるリンクをですね、概要欄の方に貼っておきますので、ぜひともご興味がある方は読んでいただきたいんですけれども、その過激な組織のリーダーが移民として入国しているという情報も入ってきています。この動画がね、YouTube とかで出回っていたんですけれども、お米の国の
国境を越えてきていらっしゃったのはアイゼルバイジャン共和国の元イスラム党のリーダーで12年間服役をしていたモフスム・サマドフ氏の可能性がある男性が入国してきているということで、ジョセフさん曰く彼は計画的に入国しています。で、それでは誰が援助しているのでしょうか。もしかしたら U の N が陰で援助しているのかもしれませんとジョセフさんは皆さんにシェアしていらっしゃいました。これはね、ジョセフさんのスピリチュアル観点での読みなので、本当のことなのかどうかっていうのは定かではありません。事実ではないんですけれども、ジョセフさんがそのように読んでいらっしゃいます。で、さらには新しい世界の秩序を構築するにあたり、U の N が世界中に移民を移動させ、移民でカオスな状態にさせます。それも計画のうちでしょうと語っていらっしゃいました。確かに特にヨーロッパですとかアメリカでは移民がすごく大量に入ってきて、路上で寝泊まりしなければいけない方々ですとか、あとはその来た自分たちの国とやはり何ですかね、生活の感覚、価値観というのが全然違うので問題が起きてしまったりですとか、あとはそういったね、犯罪に手を染めてしまいがちな人も入ってきてしまっているので、今までの統治されているその国の感じとちょっと違ってきて、犯罪も増えてきているということが起きてきていて、それが、カオスといったらカオスな今状態にはなりつつあります。なのでこれは実際にカオスになりつつあるので、それは事実ですよね。で、それが計画だったかどうかっていうのは、ジョセフさんは計画だったというふうに言ってますけれども、それは事実かどうかは予言なのでちょっとわからないですけれども、そのようにジョセフさんはおっしゃっておりました。抗議活動についてもジョセフさんがおっしゃっていることがありました。抗議活動に邪魔が入るよという予言をしていらっしゃいます。ジョセフさん曰く、スピリットが言うには平和的に抗議活動を行っているにもかかわらず、わざと問題を起こしてイメージを悪くするような動きが出てくる場合があると予言しています。この G ソロスさんが関わっているのかもしれません。彼の息子もかなり邪悪です。気をつけましょうと注意喚起されていらっしゃるんですけれども、日本でもですね、ワクチン指定ですとか、あとは緊急事態条項ですとか、あとパンデミック条約の、廃止を求めるといいますか、ストップさせたいという声がですね、大きくなってきていて、で、この前4月13日でしたっけ、抗議活動を東京で行っていましたよね。で、何万人か集まったんですけども、テレビでは報道されていませんでしたよね、ほとんど。で、前回は結構平和的にこう行って平和に終わったみたいで、ちょっとね、問題を起こそうとしてるんじゃないかな、誘導している人たちがいるんじゃないかなっていう雰囲気もあったんだかないんだかという話をちょっとね、聞いた小耳に挟んではいるんですけれども、問題は特には起きず、で、次回5月31日にまた日比谷かどこかで抗議活動をこうぐるっと回ってしますよね。その時にもしかしたらそういった、その行進をする方々デモをね、抗議活動をする方々のイメージを悪くするような、例えばこう過激に抗議しているからおかしな人たちだっていうイメージを植え付ける勢力がこうね、紛れ込んでるかもしれませんし、スパイがいるかもしれないですし、何か問題を起こしてやっぱりこういった集まりがあると危ないよね、管理していきましょうっていう流れに持っていく勢力があるかもしれませんし、これは私のね、憶測なんですけれども、ジョセフさんの予言、抗議活動に邪魔が入るという予言をちょっとこう頭に入れて、皆さんですね、行動気をつけていただけたらなと思います。変なイメージがやはりつくとね、
やっぱりイメージって大事だと思うので、皆さんに抗議活動参加していただきたいんですけど、私も日本にいればぜひとも参加したいんですけれども、ちょっと海外にいるので、私はちょっと見守る形になりますけれども、ぜひともご興味がある方はちょっと覗いてみてもいいんじゃないかなとは思いますが、ただちょっとね、どういった状況になるかわからないので気をつけてください。か、マルテルの崩壊という予言も出ていました。丸の中はルなんですけれども、本当にカ・マルテルが崩壊するか、信じがたいんですけれども、ジョセフさんはそう予言しています。このカ・マルテルというのは、麻薬ですとかそういったのを斡旋とか密輸とかしたりですとか、有名ですよね。マフィア的な組織なんですけれども、とても大きい組織というふうに聞いてるんですけども、ジョセフさんおっしゃるには、カー・マルテルは闇の支配者らの力でもあります。彼らが様々な活動を行い、世の中を支配しているようなものです。この組織は裁判制度、英文字3文字の連邦組織ですとか、政治家、そして警察、法律家など様々な権力をコントロールしています。世界の経済の集まり会や U の N もその一部ですというふうにジョセフさんはスピリチュアルな観点から予言投資をしていらっしゃるんですけれども、これが事実かどうかは分かりませんが、スピリチュアル的にはそういうふうにジョセフさんはおっしゃっております。もうこの奥をね調べていきたいという方はぜひ調べていただきたいんですけれども、そういったスピリチュアルの投資がありました。でもどのように崩壊していくのかということなんですけれども、まずはお米の国、アメリカを怒らせてしまうということがあるそうです。ジョセフさん曰く、カ・マルテルはテキサス州の知事にお金を払い忘れることがあるかもしれません。そんなことをわざと仕掛けることで仕掛けることで計画通りに内乱を起こさせる作戦かもしれません。スピリットが言うには2025年から2026年にそれが巻き起こるかもしれないと言っていますとおっしゃっておりました。また、カ・マルテルと中の国に怪しい関係があることで何か起こってくるということなんですけれども、ジョセフさん曰く、麻薬関係に関して彼らの間で中の国に存在するカ・マルテルの集団が若いお米の国の国民を狙い始めてます。なぜなら若者がドラッグでヘロヘロになることにより活動に支障が出てくるためです。これは2025年から2026年に起こすことの準備でしょう。その動きはリーダーのお選び作戦、お米の国リーダーの決定戦大会の直後にあるかもしれませんということで、ジョセフさんはですね、今年の2020年のお米の国のリーダーの決定戦のお選び大会というのは延期になるんじゃないかというふうに言っていて、もしかしたら来年のね初旬に移動する延期になるのかなという予言もしていらっしゃるので、おそらく2025年から2026年にそれが起こってくるんじゃないかとジョセフさんはおっしゃっておりました。世界で起こる同時のドッカンというのも前々から何度か予言していらっしゃるんですけれども、今回も予言していてちょっと重要そうなのでシェアだけさせていただきます。ジョセフさん曰く、予言していたのはフランスのパリですが、テキサスもそのうちの一つです。戒厳令なども発令されるのかもしれません。新しい予言としてはカナダとオーストラリアでも起こる可能性をスピリットが教えてくれています。ということで、さらには何としてもコントロールしたい中の国という存在がありまして、ジョセフさん曰く、中の国はどうしてもオーストラリアを管理したいと思っているようです。なぜだかははっきりとは分かりませんが、おそらく資源などがあるからでしょう。スピリットが感じさせてくれているのは、中の国が何かを探しているような感じです。ちょっとお外がうるさすぎるので
窓を閉めました。今までねちょっとクーラーをいつも使っているのは良くないなと思って外のね網戸にしてたんですけども、騒音がすごすぎて今窓閉めましたので、すいません、先ほどまで騒音が激しくて申し訳ございませんでした。どこまで行ったんだっけな。そう、中の国がどうしてもオーストラリアを管理したいと思っているようなので、それが何でかわからないですけれども、資源があるからかもしれないということで、スピリットが感じさせてくれているのは、中の国が何かを探しているようだということなんですね。オーストラリアの土地で何かいいものがあるかもしれないので、何かを探しているかもしれない。だからできる限り都合のいいようにオーストラリアをコントロールしたいということを中の国は考えているとジョセフさんのスピリットが教えてくれているそうです。ということは連続する同時読感というのは中の国が絡んでいるということなのかなとか思っちゃうんですけれども、ジョセフさん曰くとにかく中の東の過激なグループ、世界の経済集まり会 WEF ですね。でそして U の N は全部つながっていますとスピリチュアル的に私たちにシェアをしていらっしゃいました。でジョセフさんおっしゃるには、これね DS とかね、そういったのがもう好き勝手に支配しようとしてコントロールしてるんじゃないかって思うじゃないですか。ですがジョセフさん曰く全ては神様の計画であると言っていらっしゃいます。ジョセフさん曰く大きく覚醒したり精神レベルが上がるときは人類は困難を乗り越えなければならないです。最終的には地球には平穏が訪れるでしょう。それが神様の計画だからです。今後さまざまな自然が、事態が起こっていきますが、これは乗り越える必要があることなのですとおっしゃっておりました。さまざまなその自然災害ですとかそういうのが起こっていきますけれども、乗り越える必要があるからこそ神様がそれを起こしているんだよとジョセフさんはおっしゃっておりました。でやはり困難というと食糧難ということが考えられるということなんですね。ジョセフさん曰く、もし物が供給されなくなったり店頭に物がないことが起こった時の場合、自家菜園や備蓄で乗り越えられる必要があります。特に都会に住んでいる人は備蓄が大事ですと、この時にねまた口を酸っぱくして警告していらっしゃいました。毎回のようにですね、備蓄をしましょう、自家菜園ですとか畑ですとか自給自足ができるようにしましょうということをね皆さんに訴えかけているジョセフさんなんですけれども、最近ね農業に関する動画ですとか、あとはね常在菌とか菌でみんなの健康が、保たれているとか、この地球のね地球自体の健康のバランスというのはこの微生物とか菌によって支えられているんだよという知識もどんどん出てきてますよね。これもねちょっとなんか重要そうなのでシェアしますけれども、自分以外を目覚めさせる努力というのはやめた方がいいですよってジョセフさんは前々からおっしゃってます。ジョセフさん曰く、周りの家族ですとか友人を目覚めさせるという努力はやめなさい。自分以外は自分の力で目覚めることが必要です。もし目覚めてもらえるように努力をしているのであれば、それはあなたをマイナスへと引きずり込みます。彼らに合った彼らのタイミングで目覚めたり目覚めなかったりするものなのですと皆さんにおっしゃっておりました。確かにね、私も最近ねそう思います。もう大事な友達とかにはね気づいてほしいなとか思うんですけども、やっぱりねちょっとね言ってもわからない人にはわからないですし、やはり気づかない人っていうのは気づかないですし、変に私がこれがこうだからこれ読んでみてとか言っても興味がなければ読まないですし、読んだとしても何これと思って全然頭に入ってこないっていう人もいるんですよね。でそういったことはやっぱりね周りの人はコントロールできないのでどうしようもないのかなっていう気はします。なのであまり私はなんで目覚めてくれないんだ、なんで気づいてくれないんだっていうことをあんまり思わないようにした方がいいのかなって最近は思っています。
でまた別の、話題なんですけれども、 AI で真実を隠そうとする政治家が現れるそうです。ジョセフさん曰く、罪を犯した政治家らは AI 技術などを使って自分たちの無実を証明証明しようとするでしょうとおっしゃっておりました。そのうちにね、絶対に嘘は最終的にはバレるからというふうにジョセフさんはおっしゃってますけれども、そういうことが起こるかもしれないということをジョセフさんは、継承していらっしゃいました。でまだ先なんですけれども、2032年頃にはお米の国に初の女性大統領が誕生するかもしれないということをおっしゃっておりました。これは予言なんですけれども、ジョセフさんおっしゃるには、これからは女性性の時代になっていきます。男性でも女性的視点ですとか、そういう女性を敬ったり、女性をこうね、リスペクトって言いますか、女性が言うことという言葉とか発言も重要視してくれるような時代が来るんだよということをおっしゃってるんですけれども、そのエネルギーの流れで彼女、このキャリー・レイクさんという政治家の方がいらっしゃるらしいんですけれども、その流れで彼女が2032年以降にお米の国リーダーになる可能性があるでしょうと予言していらっしゃいました。ですので、女性が主体になっていく時代に移行していくということで、男性性が主権を握る時代はもう終わりそうですとおっしゃっておりました。銀行ですとか株式、政治、教会、そういったね、宗教も含めて主権を握りすぎているのは男性でしたが、これからは女性の方にも女性的な考え方に傾いていくとジョセフさんはおっしゃっておりました。でアメリカの政治、お米の国の政治の話なんですけれども、新しい政権が誕生するというふうにおっしゃってました。ジョセフさんおっしゃるには、2024年今年のリーダー決定戦で決まらない場合は2028年または2032年にはこの、新しい新政党というのが発足するというふうに予言していらっしゃいます。この新しい政党はお米の国をポジティブなエネルギーにして主権を握りそうです。それも女性が主権を握っている、もしくは女性性の要素を持ったバランスの取れた政党が誕生するでしょうとおっしゃっておりました。で今回の2024年または延期になる場合2025年に決定するお米の国のリーダーなんですけれども、このリーダー決定戦におけるそのお選び大会で副リーダーに選ばれるのが、もしかしたらこの2032年にリーダーになる女性がなるかもしれないとも、その可能性をですね予言していらっしゃいました。可能性を予言なので、これが本当にね結構威力の強い予言なのかわからないですけれども、ジョセフさんはそういうふうに読んでいらっしゃいました。あとは、前回のお米の国のリーダーの DT 氏なんですけれども、お米の国リーダー決定戦に出馬するじゃないですか。で今回2021年からはリーダーとして続投はできませんでしたが、今回当選をもしするのでしたら2期目になりますよね。で前よりジョセフさんがお伝えしてきていた2期目の3年目にして、あの世に召されてしまうのかもしれないという予言があるので、そうなると女性の副リーダーがリーダーになるという可能性もあるかもしれませんとおっしゃってました。なので3期目なので2025年に決まったとしたら2026、2027、2028だから2028年にその副リーダーが女性だった場合に繰り上がって女性リーダーが誕生するのが2028年になるかもしれないという予言もしていらっしゃいました。女性の権力者という予言もですね、2022年の12月6日の予言でおっしゃってますので、直接その話題に飛べるリンクを概要欄の方に貼っておきますので、ご興味がある方は見てみてください。
で、あとは海賊に関する予言というのも出てます。海賊は観光地にて強盗などを働いてしまいます。どこで起こるのかは分かりませんとおっしゃっておりましたが、これは2024年の新年の2024年世界の予言その後でお話ししていらっしゃった予言でもありますので、このリンクを概要欄の方に貼っておきますので、ブログで詳しく過去の予言も見てみてください。最後にですね、太陽フレアと大停電という予言になります。ジョセフさん曰く、今年はすでに太陽フレアが強く、そして多く発生しています。2024年の1月31日に、配信されたジョセフさんの予言なんですけれども、1月31日というのは確か X6.5 かなんかの太陽フレアが注いだんですよね。でその時はね、全然報道とかで太陽フレアのこと全然騒がれてなかったんですけども、今私これ収録しているのが5月14日なんですけれども、5月10日で結構ね X クラス 5. 点なんかの太陽フレアが注がれている、大変だ、10日から11日の間にシステム障害が起きるかもしれないとか、通信障害が起こるかもしれないっていう報道が世界中で一斉に同じような情報が流れたんですけれども、それよりも強かった今年の1月31日12月31日の太陽フレアというのは、全然報道されていなかったことに、私はちょっと今ね違和感感じてるんですけども、この1月31日の日にジョゼフさんがおっしゃっていたのは、もうすでにね太陽フレアが強く、そして多く発生していますけれども、2024年はもっと太陽フレアが降り注ぐことでしょうと予言していらっしゃいました。そのため大停電、通信障害などが起こります。または EMF を回避されたい方、そういった方は装備品ですとかそういうのを用意しておくことも良いでしょう。私は持っていませんがということをおっしゃっておりました。なんか EMF とかちょっとわからないんですけども、ただ電気自動車とか使っている方というのは通信障害が起きたりとか、電子システムが麻痺してしまうと車がね動かなくなってしまう場合もあると思うんです。で、あとは電気の送電ですとか、そういった送電システムが麻痺してしまった場合は電気も送られてない。で、電気を使わないと水道が流れないというシステムの中で生きている人は、私うちそうなんですけども、停電すると水道も止まっちゃうんですね。そういう人はやはりお水の確保ですとか、あとは電力の確保、だからポータブル電源とかそういうのをね、常に充電満タンにできるようにソーラーパネルかなんかで蓄えといて準備しておく必要があると思いますし、どんな水もろ過できるようなサバイバル浄水器とかそういうのがあると、何本もペットボトルでお水を確保しておかなくても、その都度自分が使う分だけお水をろ過したりっていうのもできると思うんですね。あとはお風呂がある方は湯船にお水を張って生活するとか、そういうことをちょっと敏感に考えていかなきゃいけないのかなというふうに私はね思っちゃうんですよね。で、精神的な面でいくと、ジョセフさんおっしゃるにはアセンションの年ということをおっしゃってました。ジョセフさん曰く、太陽フレアが強く降り注ぐときは我々の精神にも大きな影響を及ぼします。その時に光の高度、ライト高度というのが発生し、人類はアセンションすることがあります。地球に影響するので、通信機器や電気に影響を及ぼします。スピリットが言うには、今後もっと起こっていくでしょうと予言していますと、この時おっしゃっておりました。実際にね、太陽フレア起きてきているんですけれども、今回の報道は過剰だと思います。何か意図があっての報道なんじゃないかなって私は個人的に感じてるんですけれども、実際に、ハープが作動していたんだかいないんだかというニュースも英語の記事で見たりするので、
なんかやってみるみたいなんですよね。例えばちょっとね、陰謀論的に言うと、システム障害が太陽フレアで起こりましたってこう言いやすいじゃないですか。太陽フレアでシステム障害起こるよ、起こるかもしれないよ、通信機器が途絶えるかもしれないよ、ラジオなども途絶えるかもしれないよって言っておいた矢先にそうなっても、太陽フレアのせいなんだって思えるじゃないですか。そういうふうに過剰に報道しておけば。しかしもしそれが太陽フレアのせいではなくて、故意にシステムを改良するために、更新とかそういったプログラムを変更するために一時停止しているのだとしたらって考えることも陰謀脳ではできるんですね。私はそういうふうに可能性として、それもあるんじゃないかと思うんですよ。なぜならその報道が違和感があったんですね。報道に違和感があったんです。タイにいてもタイでもその報道の仕方同じだったんですよ。で、海外のニュース見ても同じですし、日本でもニュースでやるぐらい、今回だけ騒いでたんですよね。そういう話があるので、ちょっとティンカー的には考えます。はい。で、今回の予言は以上になります。いかがだったでしょうか。今回の予言ちょっとね、かいつまんで全体的にお送りしていないので、全部を知りたいよっていう方はフルバージョンはブログの方で読んでみてください。tinkerschannel.com のナンバー124番目、国連を甘く見てはいけない理由、ジョセフ・ティテルの予言という回でお話ししておりますので、こちらの動画の概要欄の方にリンクを貼っておきますので見てみてください。はい、今回いかがだったでしょうか。いいなって思っていただきましたらグッドボタンで応援の方をよろしくお願いいたします。で、次回125と続いていくので、もし私不定期で動画配信してますので、次回も気になるよっていう方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは長々聞いていただきましてありがとうございました。Thank you very much for watching. Thank you very much for listening. Thinkers Channel でした。